最高やな。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、みんな大好きグアムでのコスパ最強旅行をお届けいたします。ハワイよりは物価が安いものの、まだまだ高いと感じるグアムを心の底から思いっきり楽しめる、一生に一度は行くべき楽しみ方がここにあります。ぜひ大画面で何度もゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。太平洋の楽園グアム、日本からたった約3時間半で行ける南国リゾートで、気軽さとコスパの良さを兼ね備えた最強の近場海外として今再注目されています。グアムの面積はおよそ540平方キロメートル、人口は約17万人で、先住民族のチャモロ人やフィリピン系、アメリカ人などが暮らす多文化な島です。グアムの歴史は紀元前にまで遡り、16世紀にスペインの支配を受け、その後アメリカの統治下に入りました。第二次世界大戦中には日本による占領も経験し、戦後はアメリカの準州として再建。現在もアメリカ軍基地が存在していますが、観光業が主産業で、リゾート開発が進む一方、素朴なチャモロ文化も息づいています。グルメはアメリカンとチャモロ料理の融合、香ばしく焼いたバーベキュー、ローカルフルーツのスムージーなどが人気です。大型ホテルのレストランからローカルの屋台まで幅広い選択がリーズナブルに楽しめます。そんなグアムでコスパ最強と評判なのがグアムプラザリゾート。観光の中心地タモンにあり、ビーチもショッピングエリアも徒歩圏内、お手軽な価格ながらプールやグアム最大のセレクトショップ JP スーパーストアなど必要な施設はしっかり揃っており、コスパと立地のバランスが抜群です。アクセスは日本各地から直行便が運航しており、ユナイテッド航空などで成田、関空、中部から約3時間半から4時間、空港からホテルまでは車で15分とストレスのない距離感も魅力です。グアムの観光はレンタカーを使うのがおすすめです。ラグジュアリーよりもちょうどいい贅沢を求める人へ、グアムの旅を一緒に楽しみましょう。今日はバスで向かいます。関空まで。もう駐車場が無料じゃなくなったんでね、神戸ベイシャ取るの。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでね、私は今関西国際空港のターミナル1にいます。今回はね、海外旅行ということで、一度ね僕の動画出させていただいてもう大ヒットしております。皆さんありがとうございます。グアムです。グアムにまた行きたいと思います。で、前回のグアムはいろいろバリエーションある内容でお届けしたんですけど、今回はテーマを絞って全然違う切り口でお届けしたいと思っておりまして、やっぱりこうまだまだ円安で皆さんやっぱ海外、特にアメリカ圏なんか行くの大変じゃないですか。で、そこでもうコスパ最強、もう一番お得にグアムにどうやって行くんだというところをね追求したいと思います。とはいえやっぱ大人の穴場旅行なんで、そんななんか極貧のホテル泊まるのもきついみたいな、そういうことではなくて、快適なのにコスパがいいみたいな、もう本当にそのいいところ、コスパ最強っていうことってそういう意味ですからね。ただただ安ければいいってことじゃない、こんだけいい思いするのにこんなにお得、そんな旅をしたいと思います。だから宿もそうですし、ご飯とかもそうですし、観光スポットなんかも穴場抑えて今回は行きたいと思います。第1弾のね動画と合わせて見ていただければと思うんですけど、どんな旅になるでしょうか。僕も楽しみにしております。行ってきます。今もう春休みに突入ということで、今3月の26日ですね。今9時14分です。春休みに入っているので多分お客さんも多そうな予感がします。で、今回は11時のこれかな、これですね、11時5分のグアム UA150 で行きたいと思います。 C でチェックインですね。 C なんでこっちこれをやらないといけないみたいですね。はい、保安検査を終えて今からラウンジに行きたいと思いますが、なんと ANA ラウンジとかできてるじゃないですか。今回はねユナイテッド航空なんでスターアライアンスグループということで ANA ラウンジが使えます。もちろん上級会員であればです。
なんと春休みシーズンからか席が満席で窓側が取れませんでした。どないやってんねん。 YouTube で窓からの景色とか言うやろ。まあでもこういう最悪やみたいな感じでスタートすると最高な感じで終わるパターン多いんでね、皆さんもそういうなんかこう最悪やと思っても未来に期待しましょう。そんなことを教えてくれるんですね。グアムの旅はもう行く前からすごすぎるな。まさに旅やってことをしてることで、めっちゃ店も増えてるな。はい、こちら ANA のラウンジ利用したいと思います。新しくできたのかな、初めてやな。はい、ちょっと軽くだけ映しますが、海外なんでね、食事もありますね。海外というか国際線なんでね、ビーンズとかスープとかもあるし、ご飯もある。カレーがあるのかな。でドリンクもビールも飲めます。朝日スーパードライ。サラダとかもありますね。グアムに行く前にハイボールとか焼酎とかも飲むことができますね。日本酒はなさそうかな。でおつまみとかね。これはまあ国内線だったらこれだけがあるって感じですけど、国際線なんで寿司とかもあります。いなり寿司とか。アナカレーですね。朝カレーですね。アナカレーで朝カレー。最高。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。今回は満席で窓側が取れず通路側です。なんか税関申告書が全部オンラインになったみたいで、こうやってなんか登録していかないといけないですね。めんどくさい。でアルコールはなんと全部有料です。今回はグアムプラザリゾートに泊まるんで、グアムプラザリゾートとします。なんと奇跡的に窓側の席満席とは聞いてたのに空いてた。使わせてもらいます。奇跡って起こるんですね。やっぱり何でも最悪やって思って諦めたらダメですね。チキンかナスフライかみたいな感じで言われたんで、チキンを選びました。こんな感じです。これは何やろ、サラダ。でも僕は着いてからね、運転なんでお酒は飲めないし、お酒は有料ですね。お箸はなくて、こんななんか木のナイフと、このナイフで切れるんかいなみたいなナイフです。はい、コーラゼロにしました。これでもうこっからの旅カロリーゼロで過ごせます。サラダ、マンゴーや。マンゴーのサラダみたいな。キュウリとマンゴー変わってんな。あー、うまい。デザートっぽいけどサラダっぽい。うまい。じゃあチキン。はい。マッシュポテト。うまいや。さあ到着しましたね。いや、なんか予定よりも30分ぐらい早く着いて3時間かかったんかな。3時間ちょっとで着いた感じですね。近い。今春休みなんで子供連れとかめっちゃ多いですね。僕は前回のねグアム旅行でスーツケースが結構なんかむちゃくちゃにされてたんで、もう今回は荷物預けずに手荷物として持ってきました。最小限です。Welcome to Guam! やってまいりました。もう何回目やろうな、グアム。個人的にはもう5回以上は確実に来てますね。それでは今からレンタカーを借ります。僕も何度かお世話になっている日産ですね。日産レンタカーでレンタカーを借ります。
さあレンタカーの手続きを終えてレンタカーを取りに行きます。ああちょっと湿度高いです。でもなんかそのパラオとかほど高くない感じですね。いやー日差しが素晴らしい。これはコントラストがグアムに来たって感じですね。 Thank you。日産の車並んでますね。日産さんもスポンサーだった動画見てますか。これかグアム。いやグアムは左ハンドルですね。はい、それではこれで向かいたいと思います。それでは行ってきます。今 U ターンしてちょっとまだ登ってるところなんですけど。どっちから来ました？ウェスティンの方から来ました。あ、ウェスティンから来ました。困りましたね。ちょっと道に迷ってます。どこやねん。はい、ここまで戻ってきました。もう何回も行ったり来たりしてますけども、皆さんはこれを見て同じ失敗がないようにしてもらえたらと思います。そのためにね、わざと間違えてるみたいなところあるんでね。で Google のナビが途中で止まるんですよね。だから分からなくなるんですけど、曲がってもうちょっと先に行くと入れる道があります。ここら辺で止まってしまうんですよ。ほら到着しましたとか全然到着しへんのに、全然お疲れじゃないわ。むしろ今から困るのに Google さん終了しちゃうんで、もう先っすね。あ、ここですね。ここ入るとこの T ガレリア DFS とカフェですね。リトルピカズっていうカフェ間の道を入ると。勉強になりますね、モーリーチャンネル。ここまで説明してくれる動画あるんですか。しかし日差しめちゃくちゃ強いんで、暑いからって半袖で過ごさない方がいいと思いますね。ラッシュガードとか着てた方がいいですね。その紫外線防止のやつを。そっちの方が涼しいみたいな。さあ青になりました。これどっちだどっちだ。上だなこれ。こっちだな。あ、来た。グアムプラザ。あ、パーキングはでもちょっと先あったな。でもここにもパーキングある。ここでもいいんかな。あれもなんか俺逆走してる。やばい。逆走かも。ここでいいんかな。ここ止めたらあかんかな。良さそうなんでここにしよう。後であかんって言われたら訂正しよう。そういう生き方がいいっすね。とりあえずやってみる。そんなことも学べるんですね。よし、クイ。さあ今回はねコスパ最強の旅ということで、お世話になるのはこのグアムプラザリゾートというところですね。リゾートホテルでありながらかなりコスパがいいホテルとして今回紹介させていただきたいと思います。おー、涼しい。結構お客さん多いですね。日本人も多そうな感じですね。あ、なんか1階はなんかショッピングがあるんですかね。はい、それではね今から271号室を取らせていただきたいと思います。はい、こんな感じの部屋になってます。ああ、十分ですね。いやー素晴らしいですね。めちゃめちゃラグジュアリーとかではないですけど、もちろんコスパがねいいホテルなんで、いや十分じゃないですか。広々したベッドでちゃんとここでも寝れるかどうかわからんソファーね。ここでも寝れるやんソファーでもいいけど、体育座りだったら座れるやんソファーもありまして、大きめのベッドになっております。僕覚えてますよ。自分がねまだまだ貧乏な時代になんとかグアム旅行行こうと思って某旅行会社さんのねなんかスーパーセールみたいな価格のツアーを取ったら、もうこれ寝れるんかみたいな、なんかもうカビだらけのホテルを取ったの覚えてますけど、もうそんなに比べたらもうめちゃめちゃ快適っすね。全然いい。これでコスパいいんや。で水もねちゃんとついてて、お茶とかコーヒーもあって、グラスもある、アイスペールとかケトルもちゃんとある、でティッシュもある、でこう引き出しもあって、冷蔵庫もあります。冷蔵庫もありますね。そしてもっとでかい画面入るんじゃねえかなみたいなスペースですけど、ちょっと小型のテレビになっておりますが、全然テレビなんて見ないですからね。ここで十分です。はい、
で電源とかもちゃんとありますし、ベッドサイドにも電源がちゃんとあります。これ日本のタイプでもいけるような感じになってますね。素晴らしい。そしてなんといってもこれです。ビューがいい。ちゃんとバルコニー、ゆったりするソファーがあるとかじゃないですけど、このビュー全然いいじゃないですか。海が見えます。いやー、そして立地がいいですね。こっから見えるあの辺がもう中心街ですね。買い物とかショッピング一緒やな。そう、ショッピングとかする人がもうまずグアムに行ったらもうここだと言われる場所にもう歩いていける。これは素晴らしい立地。これはいいですね。でビーチももうすぐに行ける。でプールもあるからプールも行けるし、いやー、今日のね夜はこのホテルの系列になるのかな、ビーチサイドの一番コスパよく料理が食べれるみたいなことを聞いてますね。そこに今日行きます。楽しみです。いやー、いいじゃないですか。やっぱグアムいいな。海だけ見えるロケーションもいいけど、このちょっと森っぽい感じが見えるのもグアムらしくていい。うわ、熱っ。一気に焼ける。そして気になる水回りとかね、見ていきましょう。こんな感じですよ。あ、ちゃんと浴槽まであるじゃないですか。お風呂に入ろうと思っても入れる感じになってる。そして、これ変わってますね。料理するボウルみたいな感じの色使いになってますけど、円が基調になってていいですね。そしてドライヤーもあります。ちょっと小型な感じですけど、コンエアっていうのがありますね。そして石鹸とかコップとかちゃんとありますね。アメニティ類もちゃんとあります。そしてタオルとかもあるし、あれシャンプーとかが、これがボディーローション。あれもしかしてシャンプーとかは、ここにあった。隠れてました。ボディウォッシュとコンディショニングシャンプーがついてます。シャワーもあります。でこの反対側にちょっとスケスケな感じですけどトイレがあります。いやー、十分じゃないですか。僕はもうこれでいいわ。別にずっとホテルにねいるとかやったらもっとなんか高いランクのホテルを求める人もいるかもしれないですけど、僕はもう今回いろいろ回って明日も泳いだりとか、南部の方ですね、南部の穴場に行ったりとかいろいろしたいと思ってるんで、それではねホテルちょっと回りますか。あと大事なの一つ忘れてましたね。クローゼットですね。クローゼットもハンガーが4つあって、このスーツケース置きだったりとかセキュリティボックスとかスリッパもついてますね。あ、もしかしてパジャマとかはない感じかな。それは用意しとかないといけないですね。よかった、僕一応用意してたんですよね。気になる Wi-Fi の速度はどうなる？来るか？来たか？こんなもんか？行くのか？遅すぎない？これ63キロやで。メガじゃなくて。来るか？160キロ？嘘でしょ。これは遅すぎるな。ちょっと困ったな。本当に？こんなスペースもあるんですね。全然コスパいいけどリゾート感ありますね。お店があるよね。日産レンタカーこの中にもある。これがフロント。日本人多いですね。でも日本人の方はなんかレンタカーあんまり借りないみたいですね。で韓国人の方は左ハンドルでその右を走るっていうのが一緒なんで結構借りると。でもね運転しやすいと思うんで全然レンタカー借りていったらいいと思いますよ。こういうお店もショップもあるんや。ちょっと小腹が空いた時とかもいいですね。いやー、今日はなかなかいい感じの夕日見れそうですね。いやー、気持ちいいですね。気温ももう夕方だからかめちゃくちゃ暑いって感じじゃないですね。29度ぐらいか。日本のね夏の蒸し暑さに比べたら全然快適。いけるかいけるか。いけました。ここを突っ切ったらいいんかな。この先って言ってた。いやー、今日はもう雲も少ないからめちゃめちゃいいサンセット見れそう。気持ちいいっすね。日本はもう花粉と黄砂で今日はえらいことになってて、夕日なんて見れるのかなっていうぐらいガスってるっていうんですか。だけどクリアっすね。全てがクリア。さあ歩いていったところにここかな。なんか唯一自分で焼きながらバーベキューができるあれですね、セイルズバーベキュー。そこに今日は行きたいと思います。いきなり着いてすぐにバーベキューとか最高やんけ。どっから入るんや。こっか。受付してるな。これは素晴らしい。おー、ビーチもめっちゃ見えるやん。うわい、眩しい。
はい、こんな感じのメニューになってまして、僕はセイルズプライムバーベキューっていうのを頼みました。78ドルですね。で、これでロブスターテールとかキングクラブとかポークチョップとかサーロインステーキとか全部ついてくるんですね。で、サラダバーが食べ放題で、なんとビールとかソーダ、アイスティーも飲み放題ということで、最高ですね。何も気にせずに飲みまくれるということですね。味噌汁まであるんですね。これは嬉しいな。はい、こんな感じで金前はやってまいります。そしてこのロケーションです。最高すぎる。いやー、最高やな。一つ一つの肉がめちゃめちゃでかいですね。なんと、これはカニか。カニまでついてきて、ロブスターもめちゃめちゃ豪華。足りなかったら追加持ってきます。いやー、最高っすね、これ。なんすかこれ。これ映ってる感じでももうめちゃめちゃ青空で。すみません。ちょっと、僕夕日見たいんでね、ちょっと皆さんにお見せすることできないですけど、本来であれば、こんな感じで最高な夕日が見えてます。でもこれ見せたら僕の顔も逆光で見えないんでね、すみません。こうやってさせていただきますけども、ちゃんと別でね、タイムラプスを撮ってるんで、後で皆様にちゃんと夕日を中心にお見せしますからね。それではもう最高な夜。いただきます。いただきます。いやー、最高っすね。もう飛行機が着いて、今、どれぐらいや ?2 時間半とか3時間ぐらい。でもいきなりこの夕日見れて、このビールを味わえる。しかもこれ何杯でも飲めますからね。最高。ちょっと映せないですけど、美女もたくさんいますね。最高ですね。家族もワイワイ楽しんでたりとか、微笑ましいシーンも見えるし。いやー、すごいな。日本では今もう黄砂と花粉で苦しんでる人もいるでしょうに、こんなカラッと快晴で最高な空気を味わえる。で、サラダも取ってこなあかんな。サラダも取ってこよう。サラダももりもりで取ってこれます。パインもあったら嬉しいっすね。これ何回も食べれるの。いやー、めっちゃいいっすね。サラダいただいちゃおう。最高。トマトとかも豪快に大きいのが。うん。うまい。もうビールなくなってしまいました。このロケーションで自分でこう肉を焼いて、しかもサラダ食べ放題とかビール飲み放題で78ドルっていうのは相当コスパいいみたいです。まあ当然ね、日本よりは高いですけど、他のそのお店とか行くともっと高いということです。最高ですね。はい、飲み放題でさらに一ついただきました。インスタ用撮っとくかな。いろいろやってるんでね、インスタグラム見てますか？ちょっといただきます。フォーク。うまっ。いや、一口のボリュームでかいな。なんか最初バーンと来た時にちょっと足りへんかもなと思ったけど、やっぱアメリカンサイズですね。肉が分厚い。最高やな。味は間違いない。ビールにめちゃくちゃ合う。いやー、最高っすね。これはやばいわ。離島旅とはまた違うね。やっぱ良さがありますね。日が沈みます。離島旅だろうが、こういうね、リゾートの旅だろうが、こうやってみんなが夕日を眺めて一つになってる感あるじゃないですか。みんな夕日を撮影してたりとか、いろんな思いを寄せてたりとかね。それこそね、やっぱ貴重な時間っすね。なかなかこういう時間は取れないっす。ね、皆さんも、やっぱ仕事とかしてたら、わざわざ夕日に見に行こうなんてないでしょう。もし5時に仕事が終わっても、早くね、夜ご飯の支度しないといけないとか、なんかやることが帰ってすぐあるんだみたいな感じで、夕日を見ることなく、ね、自宅に帰ったりしてると思うんですよ。でも、こういうところに来ると、あえて、そのサンセットを見る時間っていうのをね、作ってみたりするわけで、
それが素晴らしいですよね。まあいろんな動画でねそういうことを言いましたけども、やっぱりこういう時間本当に大事にしようというと思います。このサンセットが見れる回数も無限に見れるわけではありません。毎日見れるわけでもありません。大事にしてもらったらと思います。そしてたまたまこうやってね動画では綺麗に見ることができたんです。それを皆さんにお届けしたいと思います。はい、じゃあこの鶏をいただきますね。いや、味は本当うまいですね。これは素晴らしい。ボリュームもめっちゃある。おお、やべえ。鶏もうまいな。じゃあサーロインステーキいただきます。あ、塩で食べたからうまっ。やっぱアメリカの肉のうまさはさすがっすね。無限酒ですねこれ。でもみんなこんなリゾートを求めてやっぱグアムとか来るんですね。みんなの幸せそうな顔がいろいろ見えますね。冷えててうめえ。めっちゃ冷えてる。何杯頼んでもキンキンに冷えてるからめっちゃうまい。最高っすね。いったー。じゃあ牡蠣いただきます。グアムで牡蠣を食べるとはね驚きっすね。結構しっかりしたサイズですよ。僕はもう広島でもね食べてますし、地元のアコウでも牡蠣有名ですからね。うまっ。ああ、しまった。ビール切らしたままやった。今別のお酒頼んでるんで。あ、うまっ。あ、味付けもバター。これは酒が進むな。わお。And there you go. 素晴らしい。カニです。いただきます。カニですよ、カニ。キングクラブ。うわ、しかもまた酒切らした状態やった。忘れてた。危ないよ。マジです。お酒が進む。でもそのビールとか頼んでも、何回ビール頼んでも無料です。カクテルも頼んだんですけど、ビールもね、ちょっとまだビールが必要そうな食べ物があるんでね、ビールもいただいておきましょう。今日何本目やねん。今日チャンネルバーンされねんか。やべ、爪切ってきたからあかん。じゃあロブスターいただきます。あっつあ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 つ。意外と食べんねん。あつあつあつ。あっつ。あっつ。ロブスターうまっ。やっぱビール合うな。うまいな。マイタイっていうカクテルが来ました。じゃあマイタイっていうね名前のタイ米かなと思ったけど違います。タイ米は逆です。混ぜなあかんかったかな。めっちゃアルコールが。お口直しにもいい。おすすめを聞いたらねこれが出てきたんで皆さんもぜひ。いやー
みんなくつろいで素敵な感じですね。羨ましいな。いやー美味しかったっすね。今9時19分ですけど、めちゃめちゃ過ごしやすい気候ですね。しかももう歩いてすぐにホテルに帰れる。めっちゃ立地良すぎる。車で行った時はなんか最初迷いましたけど、冷静に考えるとめちゃめちゃ立地いいっす。もう中心の中心っすね。買い物行くにもぴったりやし、もし雨が降って観光できないみたいな時もこのショッピング街を楽しめるちょうどいい場所にあるっていうのはめっちゃいいっすね。で、僕知らなかったんですけど、このグラムプラザリゾートさんって日系なんですね。日本人なんですよ。日系がやってるホテルということで、いや、そういう意味でもなんかいいっすね。だからなんか日本人に対してのサービスがすごい充実してるんですね。だから日本人泊まってる人も多いし、いやー素晴らしいっすね。もう渡ってるやつみんなに合わせます。まだもう赤なってるよ。まだどういうタイミングで渡ったらいいんかわからん。みんな楽しそうやな。やっぱ人生楽しく生きないといけないですね。あ、来た来た来た、白になった。あ、みんなと渡ろう。みんなが大でかいな。僕も太っててがたいでかくなったの思ったけど、スケールが違う。半端ないわ。いやー、治安いいわ。治安悪いとこやったらもうこんな自分より大柄な男の人にも囲まれて身ぐるみ剥がされてもおかしくないですけど、グアムはそんなことはない。素晴らしい。バニラ味のアイスが聞こえたぞ。日本人いるな。安心っすね。JP スーパーストア。ここを通ってもホテルに行けますけど、ここはちょっと今もう閉まってますね。みんな2軒目とか行ってるんかな。いやー、リゾートだな。離島もいいけど、リゾートもいいな。楽しい楽しい。やっぱ何事も全てのことに良さがありますね。別に僕は離島が好きだからといってリゾートが嫌いとかそういうことじゃない。高級ホテルも好きだし、安い宿でもそれの良さがある。そういうこと大事ですね。それぞれの良さがある。頭の良い人にも頭が良くない人にもそれぞれの良さがある。それぞれの人にそれぞれの良さがある。それぞれの国にそれぞれの良さがある。めちゃめちゃ先進国で発展してなくてもそれの良さがあるし、発展してるからこその良さもある。そんなことも教えてくれるんですね。このグアムの旅はまさに旅は自己投資ということで、今日は終わりたいと思います。いやー、なんかちょっと小腹が空いたんでホテル内のストアで買おうと思ったんですけど、11時まで空いてるんでめっちゃ助かりますね。なんか買おう。部屋には水しかないんでなんかちょっと買いたいですね。はい、おはようございます。今朝の6時半なんですけど、結構起きてる人もいらっしゃいます。朝食6時半から始まるということで行きたいと思います。なんて早起きなんや。で、今日は朝からシュノーケリングに行きたいと思うんですが、まだどこで行くかが決まってますよ。じゃあ行きたいと思います。一番乗りしたつもりが結構いますね。で、これがサラダ系ですね。一つ一つは細かには説明しませんけど、こんな感じのものがあるということだけ押さえておいてもらっておきます。で、これがパンケーキ。フレンチトーストもあります。蜂蜜なんかもありますね。で、これは何や？チョップドオニオンリーブス。それはこれか。これなんなんやろ？こう、ライスコリドルみたいな。あ、違うな。こうでもないな。なんだろうこれ。おかゆかな。これでこれオートミールですね。ブラウンシュガー。で、コーヒーも飲むことができる。で、ここはご飯系かな。フライドライス。早起きした貝があって、結構もりもりにあっていいですね。野菜、卵。で、これは普通のご飯ですね。すごい山盛りです。スパムか。ポークベーコン。ペタートッツ。なんなんやこれ。ペタートッツ。で、フライド X、ポークテリヤキ、うまそう。コスパいいホテルやのに、全然、朝食も十分ですね。僕が昔セールで泊まった悪夢のようなホテルとはちょっと違うな。今はあるんかもしれないですけど、フルーツね、オレンジにメロン、干しヨーグルト。でもあんまりね、他のホテルの文句言うのもあれですからね、そこも今では良くなってることだろうと、未来を見ていきましょう。ね。はい。で、これが飲み物ですね。オレンジジュースにウォーター、アイスティー。嬉しいですね。飲み物とかやっぱ嬉しいですね。高いですからね、飲み物だけども。で、ここに揚げパンとか、パンも美味しそうな、甘そうな感じがありますね。それで焼くこともちゃんとできるようになってる。そしてトーストとか、なんちゃらパンもありますね。
十分ですね。これだけかな。でも十分。こんな感じで撮ってきました。早起きしたんですけど、結構やっぱ早起きしてる人いますね。で、なんか水着になってる人も多いから、やっぱ同じように泳ぐたりする人多いんでしょうね。じゃあ、どうしようか、水からいただくか、オレンジですけど。朝は水がいいかな。水が飲める喜び。日本ではね、なかなかそういう喜び味わえないですけど、グアムでは味わえます。日本酒に見立てて飲みました。嘘ですけど。いやー、十分っすね。ライブキッチンみたいな。オムレツをその場で作ってくれたりとか。そういうのないですけど、普通にあったかいフライドエッグとか食べれるし、全然十分じゃないですか。マリンアクティビティする前の腹ごしらえは十分できますね。ちゃんとフルーツもあるし。うまい。新鮮なサラダもね、玉ねぎもシャキシャキや。リゾート感は十分味わえるな。特にファミリーで来る人とかめっちゃいいと思います。カジュアルになんか気を使いすぎず、それでいて清潔でしっかりしてるんで。オレンジジュースもうまそうな照り焼き。十分。もう撮影終わってたんですけどね、今このメロン食べたらめっちゃうまかったんで、これ取っとかなあかんやろみたいな。クルーズ旅行を思い出すメロンのうまさやな。クルーズ旅行の時もなんかこの赤いメロンがうまかった記憶があるな。最高。なんか Wi-Fi 遅いなと思ってたんですけど、1日あたりいくらか払うと高速の Wi-Fi にできるみたいですね。これはありがたいですね。まあネットサーフィンをするだけだったら別にプレミアム Wi-Fi しなくてもいいと思うんですけど、僕みたいに高速な Wi-Fi でデータアップロードするみたいな人にはいいと思いますね。14.99 ドルを1日払うと25メガまで速度が上がるということですよ。なんかでもフロントで聞いたら50メガぐらい出るみたいな感じで言ってたので、50メガ出たら十分仕事できますね。はい、前はこれでしたが早いのに切り替えました。有料でどうなるか。お、来た24メガまで上がりましたね。これだったらまだ仕事できるぐらいで、アップロードが16とか17とか18出てる。まあまあ最低限になりましたね。よかったよかった。さあ結構車を走らせてやってまいりました。ここはね、なんか地元の方がよく訪れるというファーストビーチということですね。僕が今回のグアムの旅で来たファーストでもありますね。まあ、そうでもないか。いやー、透明度素晴らしいですね。結構なんかあそこから急に深くなるみたいな感じなんやな。ここはちょっとシュノーケリングとかにはふさわしくなさそうな感じがするな。波が結構高いな。でも透明度ほんと素晴らしい。いやー、素晴らしいっすね。はい、またイナラハンという地域に立ち寄りました。ここでなんか最近できた銅像があるということで見に来ました。あれが境界線、なんかこの街並みもいいですね。そしてなんかイナラハンベテランズメモリアルみたいな銅像があって、その先にですね、あれです。でここでそのなんかチャモロの方のイベントをやったりとかするみたいですね。この街並みもいいな。ここ歩いても結構面白そう。めちゃめちゃローカルな家とか建ってますね。これはすごいでかっ。魚をこう取ってる銅像があるんですね。そしてこのロケーションもいいっすね。
はい、ここはね地元の方がよく行くという稲良藩天然プールというところですね。でこの手前にはお店もあります。だからショップで何かを買うこともできるということですね。アイスアメリカーノって書いてます。でこれかな、あそこにあるのが天然プールになってるのかな。あ、これですね。うわ、後ろ側すごい波になってるけどここ入れるんですね。誰もまだ泳いでないですけどここで泳げると。どっからこう海水が入ってきてるんやろう。どっかからか多分海水が入ってきてるということですね。透明度も素晴らしいですよ。でちょっと展望台みたいな感じになってますね。そこから見ますか。展望台っていうかこれ飛び込み台やんけ。おー、上から眺めるとあそこから入ってきてるんや。だ潮の満ち引きとかで海水が入ってきたりとか。あ、ここは飛び込み台か。あっちに展望台があるね。あっちも後で行ってみよう。綺麗やな。さあここの展望台みたいなとこ登ってみましょう。おお、これは絶景だ。おー、いいじゃないですか。うわ、美しい。これはいいわ。波の荒々しさと天然プールの優しさ両方兼ね備えてる。今ちょっと太陽の光が雲に隠れてるんでそれが表に出てくればかなり綺麗になりそう。ちょっと待ちましょうか。光が差してきたらめちゃめちゃ素晴らしい景色。ドローンでね撮影したみたいなめっちゃ綺麗。この後ね僕はシュノーケリングする予定なんでここでは泳ぎませんけど全然ここで泳いでも満足度高いでしょうね。多少ちょっとこうプチシュノーケル簡易シュノーケルみたいなことはできるかもしれない。だから初めてシュノーケリングやるみたいな人がここで道具だけね自分で持ってきて練習するみたいなのはめっちゃいいと思います。ここで事故は起こりづらい。早速入ってる人いますね。やっぱ小さい子供と入るには安心ですね。海にいきなり入るのもいいかもしれないですけどやっぱ危険も伴いますからね。ここだったらもう岩場に囲まれてるんで安心です。素晴らしい。しかもプールじゃなくて天然ですからね。海に入ってるのと全く同じ。最高ですね。魚とかはいなさそうやけどな。まあいるかもしれない。はい、手前にあるマーケットの名前は稲良藩マーケットです。アイスアメリカーノではないですよ。アイスアメリカーノを楽しめる稲良藩マーケットっていうことです。行ってみたいと思います。本当に普通のスーパーマーケットですね。アイスとかも売ってる。ハーゲンダッツとかドリンクもめっちゃ売ってる。オロナミン C もなんか韓国文字盤になってる。でもこれだけでオロナミン C ドリンクって分かってしまうパッケージっていうのもすごいですね。ね、オロナミンなんてどこにも英語も書いてないのに僕たちにはもう分かってしまう。ルートビアも売ってる。沖縄行った気分になりますね。あ、こういうなんかサンダルとかマリンシューズみたいなのも売ってるじゃないですか。帽子とか水着もあるんで、水着持ってくるの忘れたって人は安心ですね。シュノーケルも売ってますね。バスケットも急にしたくなっても大丈夫ですね。さあやってまいりました。島にあるある岩シリーズですね。ここはベアロックということで壱岐の島とかでも猿岩とかありましたけどどんな岩来たー。ベアロックいきなり突如として現れるベアロック。確かにベアだな。ゴジラって言ってしまえばゴジラのような気もするしベアって言えばベアのような気もするしあれを猿と言ってしまえば猿のような気もする。そんな岩ですね。いろんな見方ができる岩。そんなことも教えてくれるんですね。何でもそうですね。ビジネスでも何でもいろんな方向から見ると見え方が変わってくる。皆さんもなんか一つの方向だけから物事判断してませんか。そんなことも教えてくれるんですね。このベアロックはね、ベアと思えばベア、ただの岩と思えばただの岩。そんなことも教えてくれるんですね。いやしかしこの南部はのどかやな。ほんとのどか。なんかこう景色を眺めるだけ、そしてドライブしてるだけでめちゃくちゃ気持ちいいっすね。でそこら辺になんか車止めてこうちょっと海見るだけでもめっちゃ綺麗やし癒されるな。これはめっちゃいいわ。グアムに来たら絶対この南部
行ってほしいですね。だから日本人は本当レンタカーねなかなか借りないらしいんですよね。同じ話をなんか昨日もしたような気がするけど、いや借りてほしいな。別に今回レンタカーの案件でもないですよ、ないですけど、僕は今までグアムに何回も来て全てレンタカー借りてると思います。レンタカー借りずにグアムに行ったことがないかもしれない。で、借りなくてもバスとかなんか乗り合いタクシーとかなんかそんなんで回れたりするらしいんですけど、全然難しくない。左ハンドルと走る車線が違うっていうのだけ最初だけねちょっと違和感あるけど、それ以外は別に危険な運転してる人もいないし、道も広いし、この南部とかだともうめっちゃゆったり走れるんで、むしろそのメリットの方が大きい。ぜひね借りてドライブしてみてほしいなと思います。この景色眺めながらドライブとか最高じゃないですか。ぜひやってほしいです。はい、ここもメガネ橋っていうみたいですね。メガネ橋いろんなところにありますけど、また長崎とかのねメガネ橋とは違う感じのメガネ橋になってます。これは何がメガネなんやろ。どう見たらメガネに見えるんやろ。2つあるから角度によっては2つ見えるんかな。はい、やってまいりました。こちらマゼランの記念碑っていうことですね。マゼランは3月6日ですね。1521年3月6日に世界一周航海の途中にグアムに到着したと。でこの時グアムは西洋人が太平洋に最初に上陸した島の一つとなったということですね。でここでそのマゼランが来た日に記念行事が行われたりするみたいです。チャモロのダンスを踊ったりとかなんかそういうパフォーマンスとかするみたいですね。これがマゼランの記念碑になってます。この記念碑もすごいんですけど、その後ろにあるこの木もすごいな。でかっ。こっちもでかい。これは素晴らしいわ。そしてなんか穏やかなビーチが向こう側にも見えてる穴場感ある場所ですね。でここにもなんかちょっとした村みたいなのもあって今建設もしてますね。これは見応えあるわ。はい、書いてますね。フレニランド・マゼランみたいな感じで書いてますね。Landed near this place March 6なんちゃらかんちゃらみたいな書いてますね。さあ次はですね、孤独の聖母砦っていうところですね。このウマタック村にあるスペイン統治時代の要塞跡がここにあります。グアムはね本当にいろんな歴史があって、今でこそアメリカの統治下にありますけど、そのスペインの統治下にあった時もあるし日本の統治下にあった時もあって、いろんな歴史があるんですね。でそのスペインの統治下だった時の要塞があるということですね。でここのウマタック湾っていうんですかね。でここはメキシコとフィリピンを結ぶマニラガレオン貿易航路の中継地だったみたいです。ここで一旦休憩するみたいな感じだったのかな。そこにある砦が湾に入る船を見張ったり海賊や敵からの攻撃を防ぐために建てられたと。孤独の聖母はキリスト教におけるマリア像の一形態でスペイン文化の影響を色濃く残していると。素晴らしいですね。景色もいいし、グアムらしいね、なんか青々とした山が見えるのもめっちゃいいですね。そしてその下にウマタックの街並みもね、本当に田舎って感じでいいですね。なんか静かで神秘的な感じですね。グアムはなんかそのインスタ映えみたいなスポットも多いですけど、やっぱこういう歴史的なことを感じる場所に行くっていうのも僕はまさにね旅は自己投資ということでいいんじゃないかなと思いますね。ソレダット砦からの眺めということで、こっから見えるやつですね。あれ学校だったんや。さっきのマゼラン記念碑のすぐ近くは小学校だったんですね。そして教会とかもあったりとか、いろんな村とか湾、サントエンジェル砦とかいろんなものが見えるんですね、ここから。そしてこれが要塞跡。ここから見張ってたんですかね。ここに入ったら見張る感じ。こうやって敵からの攻撃を守りつつ見張ってたんですね。綺麗。そして大砲もある。不審な船が来た時はこれで撃ち落としたりしてたんでしょうね。いやそれにしても絶景やな。すごい。
あれが学校っすね。あれが教会。あの辺が村ってことですね。グアムワンコいるじゃないですか。やけんグアムワンコがいます。グアムニャンコとか見たことないな、そういえば。グアムワンコ待ってくれ、取れ高をくれ。グアムワンコ、グアムワンコ待ってくれ、待ってくれ、グアムワンコ待て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 、グアムワンコ、おいおい逃げるんかい。はい、それでね、泳ぐ前にお昼ご飯ということでマッククラウスというジャーマンレストランやってまいりました。ここもバイクで走ったりする人が立ち寄るような場所みたいですね。ホットドッグが売りらしい。コスパも割と良さげな感じ。この真ん中のやつにします。コンビネーションブラッドイーストみたいな。なんていうのかわからんけど。はい、これがメニューになってて、もう全部文字なんでわかんないですけど、この緑のやつがおすすめということで、スモークドなんちゃらかんちゃらなんちゃらですね。じゃあ、いただきます。運転なんでね、ビールは飲めないんで。はい、今ね、ちょっと注文してから商品が来るの待ってるんですけど、全然来ません。もう多分15分ぐらい経ってるんですけど。で、このままちょっとシュノーケリングにね、1時に行かないといけなくて、今もう12時5分で40分ぐらいかかるんで、ここで食べれない可能性が出てきました。ちょっとテイクアウトみたいな感じで行くしかないかもしれないですね。写真だけ撮って、あとは来るまでみたいな勉強になりますね。もう25分待って、今12時13分なんですけど、まだ作ってるみたいなんで、もう持ち帰りにします。これじゃあもうシュノーケリング間に合わない。勉強になりますね。焦らない焦らない、怒らない怒らない、ね、そういう余裕を持った考え方を学びますね。2回目ですね。ワンダラーさんに今回お世話になってシュノーケリングします。前回よりかなり天気がいいんで楽しみですね。濡れて困るものの置き場所。はい、どうぞ。最高っすね。おいねー、楽しみっす。いやー、最高っすね。やっぱ天気が違うと全然違うな、見た目が。風もそんなにないし。最高です。ああ、ガン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 。揺れるって全然揺れ。おー、すげえでかいな。あれは何なんやろ。
ちゃいましたね。っていうかこの声聞こえる？風で聞こえんやろ。ポットに持ってる感じだけど十分。日本の船倒れてるよ。はい、実は僕ね、泳ぐ前にちょっとね、足を怪我しまして、切り傷ができちゃって、消毒だけ買おうと思うんですけど、ドラッグストアもちゃんとグアムにはありますね。安心です。はい、それじゃあこれやっていくか。もう適当にいろいろ入れていきます。もう時間ないんでね、もうマッサージがこの後控えてて、あと15分しかない。なんか今日ずっと時間に追われてるな。そういうとこじゃないですよ、グアムは。僕が撮影のスケジュールをおかしいだけですからね。ザワークラウトとかピクルスとかハイカバット入れていきます。すいません、もう手で入れます。すいません、時間ないんでね、こういういろいろ入れていきます。はい、入れます。ケチャップ、よっしゃ、よし、これでええんか。大味っすね。これが本当に美味しいのか。板橋牛できました。はい、それではね、早速食べましょうか。いや本当はね、プールサイドで食べようかなと思ってたんですけど、もうあと10分しかないんでね、もうそんなん言ってたら間に合わへんからね。いただきます。ソーセージはほんまにうまい。スモークしてるから渋い味。ソースうまいな。これ実際持ち帰りじゃなかったらソースとか最初からちゃんとつけてくれた状態で提供されてたのかね。それやったら一番いい形で食べられたかもしれんのに。うまっ。おっと、これあれがねえやん。フォークとかあった。ソース落としてもだ。時間ねえのにな。なんか後ろの光で俺真っ黒になってもてるやん。俺に合わせろ。よし、いただきます。ソーセージね、これうまそうなソーセージ。いただきます。ソーセージうまっ。もう一個違う種類のソーセージ。この赤いやつの方がちょっと固め。ポテトも食ってみよう。固めででもうまいですね。食べ応えめっちゃある。昨日の肉もそうでしたけど、あれそんなんで足りるかなって思って実際食べてみるとめっちゃボリューミーやんみたいな感じが多いです。日本だったら逆じゃないですか。結構ありそうだなって思って注文したら、こんなんでお腹どうやって満たすねんみたいな、2個頼まなあかんやんけみたいなパターンが最近増えてきましたけどね。ステルス値上げみたいなね。お菓子とかでもめっちゃ入ってるやんと思ってるのにちょっとしか入ってんやんみたいな、あるあるっすよね。逆っすね、グアムは。ボリュームはアメリカンです。だからステルス値上げとかじゃないですね。ただの値上げです。値上げじゃねえな、円安で高くはなってるけどステルスではない。堂々とやるってことが大事ってことを教えられますね。また暗くなってる。頼む。よし。まあビーツサラダみたいなのもうめえ。素晴らしいですね。アメリカンです。店で飲んだコーラ持って帰りたかったな。あれはもうグラスに入れちゃったんでね、持って帰れませんでした。あんな南部でね、ホットドッグがハーレー・ダビッドソンとかに乗るバイカーとかでツーリングとかした時に行く店とかみたいですね。ただ本当に提供がかなり遅いんで気をつけてください。それでは今からマッサージ、これあと楽しませてもらいます。楽しませてもらってからマッサージ行きます。じゃああとは楽しませてもらいます。はい、それではスーパー受けたいと思います。ホテルの中でリーズナブルなスパが受けれるっていいですね。わざわざ外に出て暑い中歩いていかなくてもいい。すぐに受けれる。
いやー、指圧マッサージ1時間終わりました。いや、この動画撮りながらね、なんで指圧選んだんかというと、いてててててみたいなねシーンを撮りたいなと思って、で実はスタッフさんにもちょっと痛いシーン撮りたいんでお願いしますねみたいな感じで言ってたんですけど、普通に気持ちよすぎました。全然いてててみたいなシーンなかったです。いや、レベル高いっすね。中国の方がやってるみたいですけど、でやっぱグアムって、意外とというか結構マッサージの店がそこら辺に点々としてるんですけど、正直怖いじゃないですか。なんかぼったくられたりとか別のサービス言われたりとか。でもやっぱこのホテルの中のマッサージだと絶対そういうことはないんで、しかもわざわざ外に出なくていいから、もうこのまま部屋に帰って即寝るすることもできるし、それやのに全然コスパいい。普通ホテルだったら300ドルとかしたりとかね、ありえると思うんですけど、100ドル超えない値段で1時間受けれるのは最高です。いやー、コスパいいですね、このホテル。決してね、なんか設備がめちゃめちゃラグジュアリーとかではないですけど、だからその分不衛生とかじゃないし、ちゃんと清潔な中で最低限のところで最高のマッサージを受けれる。いいっすね。これちょっとオイルマッサージとかホットストーンマッサージとか受けてみたかったな。最高でした。ぜひ皆さんも。さあ、ちょっとご飯食べに行くのはまだ早いんで、サンセットだけ見に行こうかな。サンセットだけ見に行けるっていいっすよね。グアムプラザホテルってそのコスパが一番いいというか、コスパめちゃくちゃいいホテルだから、そういうビーチの目の前じゃないけど、でも全然ビーチに歩いて行ける距離なんで、そういう意味ではめっちゃいいっすよね。山奥とかって歩いて行けないとかやったら嫌やけど、ちゃんと歩いて行けるんで、これは最高っすね。はい、昨日食べたセイルズバーベキューのところを通り抜けて、今日はビーチでサンセットだけ見たいと思います。別に今日も肉焼いて食べてもいいんやけど、こっちから出ろと。こんな裏口みたいなところからサンセット見れます。いやー、今日も最高っすね。いやこれはすごい。これは素晴らしいわ。最高だよな。いやー、今日もね最高のサンセットが見れました。この辺のねホテルよりも3分の1ぐらいの値段で泊まれるホテルなのに、徒歩ですぐサンセット見に行けるんだったらもう全然いいじゃないですか。ずっとホテルステイしてるんだったらもちろんビーチが目の前の方がいいかもしれないですけど、基本観光してちょっと休んだりとかするだけにホテルを活用するんだったら、立地的にも本当に抜群だと思うんですよね。サンセット見に行くにもさっとビーチに行けるし、もうこのね中心街目の前なんで、ご飯食べに行く時もすぐに行ける。最高の立地なのにコスパいいっていう、それは本当にありがたい。でマッサージもね安く受けれて、でこの JP スーパーストアが空いてる時間はそのまま突っ切ってホテルまで行くこともできるんで、めっちゃ楽です。この JP スーパーストアについては明日詳しく見ていきたいなと思ってます。この中にカフェもあるんかな。さあ、ご飯食べに行きますかね。今日は今まで行ったことがないとこだけど、コスパ良さそうで、ちょっとジャンルも変えていきたいなと思ってます。どういうところに行くか当ててください。日本料理なのか、タイ料理なのか、中華料理なのか、さあ着くまで皆さん考えてみてくださいね。いやー、歩いてても気持ちいいな。27度、涼しい、ちょうどいいわ。コスパ最強旅だからルイ・ヴィトンで買い物とかしませんよ。バスもありません。いやー、散歩するだけで気持ちいいですね。花粉もないし黄砂もない、素晴らしいですね。ありやな。なんか年末年始の寒い時期にグアムに行くっていうのもありやなって僕前の動画で言ったけど、この花粉の時期もありやな。気分が上がりますね。この辺にも足裏つぼとかあるな。グアムは信号が白い人のマークになってたら渡っていいみたいな。こんなとこになんか乗り捨ててあるぞ。ここ前回の旅で行ったおにぎりセブンですね。ここは日本食が食べれます。
ここお店多いな。いやー、グアムは本当に適度に都会で適度に田舎みたいなね、ちょうどいい都会的なところもありながらも、でもみんながのんびりした感じなんで、やっぱ南国に来たっていう感じがして気持ちがいいですね。あそこにあるハンブロスっていうところも明日のお昼ご飯候補でハンバーガーの店ですね。電動キックボードめっちゃ乗ってるなみんな。今7時57分ですけど、もうなんか結構閉まってる店も多いですね。この辺もなんかスノーモンスターとかバーガーキングとかもあるよ。この辺も店が結構出てくるって感じですね。この辺もいろんな店がありますね。なんかめっちゃ行列なってへん？タコスサルサ。今日行こうと思ったのはタコスの店ですが、なんか店の前めっちゃ大混雑してるけど人気店やった。なんとマジで嘘だろ？あれ終わってる人やんな。そうだろ？やばいかも。これを頼みました。タコプレートとシュリンプですね。それではね、やっぱりメキシカンタコス料理と一緒に飲むんだったらマルガリータですね。パイナップルマルガリータ、フルーティーな中にやっぱちょっとこうテキーラのアルコールを感じます。あー、めっちゃ喉乾いてたからこれがフォークチキンにシュリンプですね。はい、それではね、このタコスいきなりいただきたいと思います。ライム絞ろうか。オイルを絞って、これ俺の声入ってんのかちゃんと。めっちゃうるさいけど、何かいろいろつけるんですけどわからんから、マイルドなソースからいただきますか。いただきます。こんな美味しいの食べてグラシアスですね。チキンをホットソースでいただきます。味付けしたらうまいか。グアムでこんだけのボリュームで全部で50ドルぐらい、50ドル弱なんで、まあまあコスパいい方なんじゃないですか。ディナーでなんかちょっと違うソースつけて食べてみよう。はい、それではシュリンプ。これなんかすごい、あらうまいけど辛っ。これ何？これが何やからかってんの？辛っ。あー、辛かった。何？エビ？まだ辛い。これかな？謎です。さあ、今日も11時まで店が開いてるんで、ここで今日編集ね頑張らないといけないんで、編集のお供を買いに行きます。ありがたいですね。おはようございます。今ね、朝の10時10分なんですけど、ちょっと寝坊してしまいましたね。朝食の時間書いてなかったんで、ちょっと何時までかわかんないですけど、まだ空いてるんじゃないかなと期待を込めて行きたいと思います。まだ待ち構えてるからいけるんかな。ギリギリいける。ブレックファースト。あ、プレス。タイムサーティー。No, no。9時半やった。OK。無念すぎる。で、一応ね、皆さん気になると思うんですけど、その朝食の内容が毎日変わるのかっていうことだけ確認しておきました。メインの肉とかは変わるけど、他の部分はそんなに変わらないみたいな感じです。いや、朝食がね食べれなくて残念なんですけど、ちょうどね11時から JP ストアって言ったらいいですかね、ショッピングモール開くんで、そこ今日見たいなと思ってて、それまではねちょっと編集が詰まってるんで、できるだけこのホテルで過ごしたいと思ってます。部屋で作業したり、ロビーのところで作業してるんですけど、ストアもあるんでね、ストアで昨日買ったジュース飲みながらやりたいと思います。ココナッツジュースドリンク with マンゴーですね。ココナッツジュースにマンゴーが混ざってる感じ。
ほんま目覚めの一杯めっちゃいい。であとプールとかね、ちょっと気分転換に行ったりとかしたいなと思いますし、夜のレストランもホテルで食べたいと思います。本当は明日が公開日なんですけど、まだ完成度 20% ぐらいなんで結構やばいです。詰め詰めでやります。寝すぎちゃったんでね。でもまあ体力確保なんで今日は集中してやりたいと思います。はい、こちらがねホテルのエントランスの方向になります。これがフロントですね。でその反対側に JP ストアっていう結構大きめのショッピングモールみたいなのが併設されてるんですよ。11時から開いてるんですけど、ここが開いてるうちだったらめちゃめちゃ動線がいいんですよ。そう、このままこうやってもう大通りにそのまま出れるんですよ。これめっちゃ良くないですか。もうメイン通りです。そしてなんとここバス停の真ん前なんですよ。だからレンタカーを借りてなかったとしてもこのバス停の真ん前で1時間に1本とか2本とかの割合でバスも来て、いろんなホテルをこう回ってるみたいな感じなのかな。マイクロネシアモールまで行ったりできる感じか。いやー今日天気いいな。ホテルで過ごすと言ったけどなんかもったいないぐらいやな。こっち側が一応正面入り口になるのか。こうですね、ハーゲンダッツがあってこっからも入れるし、こっち側はこっち側でなんかぬいぐるみショップがあってそっからも入れるんですよ。はい、でこう正面から入るとこんな感じですね。昨日もここから帰ってきましたね。でぬいぐるみショップからも入れるんですけど、ぬいぐるみショップも一応見てみましょうか。こんな感じですね。なんか今このジェリーキャットロンドンっていうやつのこのウサギのぬいぐるみがバカ売れしてるらしいですよ。出産祝いとかでね、ウサギって多産だから、まあ、そういう感じでお祝いとして渡すことが結構あるみたいですね。カメ買って帰ろうかな。カメ見れたしな。まあそういう感じでこういうお店があるということですね。はい、そしてメインを見ていきましょう。エスカレーターで上がるとこのショッピングセンターに行くことができます。はい、また入ったところにもさっきのジェリーキャットのウサギとか売ってますね。この右側が、かなり敷地広いんですけど、この右側がお土産のようなスペースになってて、左側がアパレルとか、左側というかこの奥がアパレルとかが売ってるようになってて、あと化粧品とかちょっとざっと見ていきましょうか。こっちがお土産系、食べ物系って言ったんですかね。でもこうやって服も売ってますね。グアム初のアロハシャツみたいなやつとか T シャツとか売ってますね。いいですね。はい、もういろいろ売ってますね。このお皿みたいなのもいいっすね。はい、I love グアムグッズ売ってますね。そしてゴディバのチョコレートとか、この辺がグアム初のチャモロクッキーとかですね。これもよく僕もお土産で買って帰ったりしますけど、これとかも売ってます。そしてマカデミアナッツとかも、これはもうグアムのお土産でも結構定番ですね。であとチョコレートとかいろいろあって結構奥深くまであるんですよ。こんな感じでめちゃめちゃ奥深くまでありますね。なんかセブ島でも買ったこのマンゴーのチョコレートとかもあるな。次は反対側行ってみますね。まだほんとめっちゃ広いんで全部紹介してたらね、もう70時間ぐらいの動画になってしまうんで、今回ははしゃぎながらね説明したいと思うんですけども、でこの真ん中ぐらいですねに行くと結構このなんかボトル、保温ボトルみたいなのが結構売ってます。これはハイドロフラスクっていうボトルが結構売ってますね。車にこう乗せれて、車のドリンクホルダーにバッと乗せて飲み物を入れると、エコでもありますよね。家でも飲み物入れていって保温させるみたいな。それのなんか種類がいっぱいあるんですよ。コスタンレーとかもね、 TikTok でめっちゃバズったらしいですね。車が燃えたのにこれだけは燃えずに生き残ってたみたいな。で他にもこのイエティっていうメーカーですね。これもアウトドア系でかなり人気で結構高価なんですけど、保冷バッグとかもう1週間ぐらい氷が残ってたみたいな。そのグアムも台風とかで1週間こう電気が通わなかった時に氷がずっと残ってたみたいな。これもしっかりしてますね。僕も欲しいなこれ。こういう感じです。ブランド物とかも売ってるんですよ。香水とかも売ってる。カゴバッグとか帽子とかも売ってる。いいっすね。はい、そしてサングラスもね、サングラス忘れる人とかなくした人が多いと思うんですよ。買えますね。レイバン、オークリーもありますね。僕が今してるサングラスはオークリーとレイバン使ってますけど、他にもいろいろグッチとかプラダとかのサングラスとかも買える。結構もう見応えありますね。ここだけでも半日過ごせるんじゃないかみたいな。ここのショッピングモールからカフェも最近できたみたいで、このカフェは朝の6時ぐらいから開いてるんで、6時から開いてる時はこうホテルから入ることができるんですけど、このショッピングセンターが開いたらショッピングセンターからも入ることができると。でここも朝食がないプランとかでもしホテルを予約した場合はここでちょっと軽食買って朝ごはん食べるみたいなのもいいと思います。僕もなんか今日作業ここでやったりしたいなと思ってますけど。でこっちに行くとアパレル系ですね。ビラボンとか、僕ラッシュガードとかこのメーカーなんですけど結構好きなメーカーですね。はい、他にもいろいろ売ってますね。サーフ系の
あ、水着とかめっちゃおしゃれなの売ってるやん。普通に欲しい。あ、まだここでもボトル、イエティめちゃくちゃ特集されてる。ヨガ系とかね、そういう系のグッズも売ってるし、ここも繋がってて、こっちにはなんか普通のメンズアパレルがあるって感じ。アルマーニとかね。ショッピングもめっちゃ楽しめるやん。いろんなブランドのメンズあるし、ここにまたカフェがありますね。ここで作業することもできますね。ここもちゃんとカフェ。ここの方は空いてるな。やっぱホテルに併設してるわけじゃないから。ここはクロワッサンとか売ってるし、水も売ってる。でカフェとかも $3.5 ドルとかエスプレッソ $4.5 ドルとか、まあそんなもんじゃないですか。そしてなんかおしゃれなダウンも売ってる。こんなダウンもあるんですね。おしゃれ。本当にいろんなアパレルとか売ってますね。フェンディも売ってる。おもちゃ系も売ってますね。子供と来ても安心。水鉄砲とかそういったものもちゃんと取り揃えられてるんですね。いろいろ売ってます。これで一周してきた感じかな。いや、しかし広いな。すごい規模のショッピングモールがあることに驚きました。だから雨とかが降ったりすると、やっぱこうやってショッピングを楽しむっていうのはめっちゃいいですね。今日みたいなめちゃめちゃ晴れてる時は外に出てもらった方がいいかもしれないですけどね。それではね、朝食を逃したんで同じ場所でランチいただきたいと思います。もう編集頑張ります。はい、昼のランチも朝食と同じような感じのサラダがこう並んでますね。ビュッフェになってるんですよ。でもなんかこの辺は海鮮系、牡蠣とかイカとかうまそう。何これ、シーフード照り焼きみたいな。今日はね、季節の海鮮が売りになってるみたいなんで、タイチキンカレー、ブレイスポーク、うまそうなものが結構あります。でこれはなんかトムヤンクンみたいな感じかな。エビとかあるからフライドライス結構やっぱいいっすね。でここベジタブル系があって、カレー、ビーフカレーもあって、これ魚ですね。フライドフィッシュ、ポークステーキ、シュリンプランピン、でハニーチキン、天ぷらもあるよ。サーモンを焼いたもの、バターレモンプランス、エビ、そしてなんとカニがあるじゃないですか。スチームズクラブレッグ、半端ないな。サクッと食べようかなと思ったけど結構がっつりやな。そしてこれアルフレッドソース、これどう食べれん。なるほど、パスタがね、パスタのソースがいろんなパターンできるってことですね。ここで湯がく感じ。なんと寿司もあるじゃないですか。エビとタコと卵、刺身もあるし、ツナ刺身、ツナポケモン。ここにもカリフォルニアロールみたいな寿司もあってめっちゃいい感じじゃないですか。でケーキとかもあるし、パンとかもあるし、でフルーツも朝よりいい感じですね。いろんな種類ある。メロンの種類が1個増えてる。いやー、ついついめっちゃ食っちゃいましたね。カニもたくさん、昼から、そして寿司、そしてカリフォルニアロールみたいなのとか、サラダもフルーツも、そしていろいろ海鮮系取りました。これ最高やな。このホテルはね、名前こそグアムプラザっていう名前なんですけど、日系のホテルなんですよ。なのでやっぱこうやって日本のテイストを入れ込むのはやっぱうまいなと思いますね。刺身とかもなんか普通にうまそうやもんね。じゃあまず刺身をいただいてみましょう。どんな味やねん。確かに日本で食べる刺身とはちょっと違いますね。マグロも水っぽい感じするし。でも僕正直昨日ね、昼ホットドッグ食べて夜タコス食べて、正直ちょっと胃がしんどかったんですよ。だから本当は今日朝ごはん食べたかったんですけど、なんかきついなと思って、別に最悪食べれんでもいいやみたいな感じで寝坊したみたいなところあるんですよ。だからわざと寝坊してるんですよ。わざとですよ。そういう時に確かに日本のクオリティじゃないけど刺身が食べられる、めっちゃ嬉しい。なんかすっきりする。やっぱ日本人なんですね。寿司もいただいてみよう。なんか醤油もなんか若干違う気がする。醤油なんかエビのこれも見た目なんかもう本当日本そのものやけど、これはもう日本ですね。うまい。マグロのね刺身はちょっと違う感じしたけど、このエビの寿司はもう日本よ。うわめっちゃ回復する。回復するっても変ですけどね。やっぱりねアメリカンな食事は僕重たく感じます。うまいけどたくさん食べれない。タコの寿司もうまっ。寿司だったら何個でも食べれるわ。この水を日本水に見立てて飲むか。うまっ。水やな。これはいいな。
ガリもガリや。このガリも最近の回転寿司チェーンではガリは有料になって、なんか大根をガリ味にしたみたいなのが無料みたいになってましたけどね。ガリも無料で食べれます。牡蠣も食べ放題。嬉しい。うまい。イカも食べれるしな。結構こっちの味は濃いめ。アメリカンな味付けというか。あ、天ぷらもうまい。素晴らしいな。カニいただいてみよう。ちゃんと切れ目も入れてくれてるな。いやいやいや、お前喋れやみたいなね。もうしょうがないですね。もうカニ食べるときは毎回こうなってしまう。うまあ、カニっすね。偽物ではなかった。前どこやったかな、セブ島かどっかでカニって書いてたんですよ。寿司の名前にカニって書いてたから頼んだらカニカマだったんですよ。いや、カニちゃうやんけみたいな。これはカニカマではない。ちゃんとカニっすね。素晴らしい。うまいな。これはランチでめっちゃ贅沢やな。うまそう。これそのままでも美味しいけど、なんかソースとかもありましたね。いろんなソースがあるから、あ、しまった。俺これ素手で触って、こいつウェットティッシュないと不便やなって思ったけど、こういうやつがあったんや。手袋取ってきてたの忘れてた。あるあるっすね。カニあるある。やらかしたな。今度は逆に手袋したまま寿司を食べることになった。これもあるあるっすね。もう外すのめんどくせえみたいな。それでコメントで怒られるみたいなね。あるあるっす。もうカリフォルニアロールみたいな。こっちうまい。うまいっすね。ちょっとショッピングしようかなと思って、僕が欲しいデニムがなんとトルソーにしかないやつで大ごとになってます。すいません。なんかあらわな感じになってます。試着してよかったんでこれ買います。結構いろいろ買っちゃいました。こんな袋もつけてくれるんや。嬉しいな。もちろんクレジットカードも使えて安心。はい、それではね、仕事もちょっと煮詰まってきたんで、プールとかでやりますかね。ちょっと混み合ってますね。ここのプールもいいですね。普通に楽しめるじゃないですか。ここに子供用のプールもあるし。お、なんとDo not enter ってなってるやん。なんとまさかの今日は閉まってる臨時休業。はい、さっきねフロントでちょっと聞いてきたんですけど、なんか緊急のメンテナンスが発生して今日は臨時休業と。しかもいつちょっと再開できるかわからんけど、もしかしたら今日中に再開するかもしれないし、明日から再開するかもしれないみたいな、そんな感じらしいです。どういうことやねん。撮影できてるんやで。無念すぎる。フィットネスセンターもありますね。おお、これいいっすね。いや本当にちょっとしたリゾート、ちょっとしたというか普通のリゾートホテル並みの器具揃えられてるし、敷地面積も広い。めっちゃいいっすね。こう走りながらプールも見ることができる。いいっすね。リゾート感あふれる。これで宿泊費がビーチサイドのホテルより半額以下で泊まれるってめちゃめちゃいいと思いますけどね。はい、フロントからすぐにレストランもあって、ここからカフェも行けるんで、カフェで仕事したいと思います。カフェアットルーツ、ここでやりたいと思います。あ、ちょっと少なくなってますね。最初多かったからな。飲み物はコーヒーもあるんですけど、なんかアサイスムージーとかあるんで、それ行ってみたいと思います。僕はまあランチとか食べたんで、ちょっとスイーツ的なものを食べようと思うんですけど、このクロッフルっていうのが結構おすすめみたいなんで、これ頼んでみたいと思います。ハイカロリーじゃねえのっていうのはもうスムージーで帳消しですね。こちらがクロッフルになります。そしてシロップは梅シロップということで、ちょっとなんかフィリピンっぽい感じですけど、これがおすすめということでこちらにしました。これが梅シロップですね。これがアサイースムージー。これがこのお店のおすすめのキャラメルディライト。こちらもいただきます。はい、それではアサイースムージーいただきます。うまっ。あー、すっきりするな。そしてクロッフル、うまそう。うまっ。ゆっくり過ごせますね。これは嬉しいわ。今日もプレミア Wi-Fi をつけたんで、ちょっとバリバリ仕事をしたいなと思います。電源もあるんでね。それでは仕事楽しませてもらいます。編集楽しくやってるんでね。こんなグアムで仕事とかわいそうとか思ってませんか？楽しくやってますよ。皆さんにね、早く見てもらいたいから。
海入りたい、今海入りたいとかって言ってカウンター見たらめっちゃ店員さん全員に見られてました。恥ずかしい。そういう時こそ朝いいで頭冷やそう。あと忘れてましたね、この一番おすすめのキャラメルデライトですね。いただきます。ほのかにこうキャラメル香る、甘い感じですけど、こういうグアムとか暑いところで飲むとうまいですね。間違いなくうまい。でもめっちゃ太ると思う。最高。はい、夜もこちらでステーキをいただきます。はい、今回ね、僕が頼むのはこのトマホークステーキっていうね、コースになってまして、これは基本的には2人分なんですよね。ただ僕は撮影上ちょっと2人分を頑張って食べたいと思います。それで、ここにはワインとかも無料でついてきて、ビールも最初の1杯がついてくるということです。他にもね、なんかサラダとかデザートとかもついてくるんで、コストはすごいいいということですね。で、もし一人で、こんだけの量食べれないよという場合は、単品のメニューもあるんで、単品で頼んでいくと。このトマホークステーキはかなりおすすめらしいんで、これを頼む場合も、半分こちらで食べて、あとはちょっと持ち帰って、後から食べるみたいなこともできるということですね。他にもいろいろあるんですけど、やっぱトマホークがおすすめということなんで、はい、こんな感じで、いろんなメニューはありです。単品に頼みたい場合はここから頼むんですよ。おい、またやっちゃったな、これ。おい。またやってしまったな。はい、それではね、まずやっぱ1杯目はビールということで、今日はね、動画編集結構してたんでね、本当はビール飲めてたのに我慢してたの。いただきます、バドライト。軽い感じ、カロリーゼロ感ありますね、このビール。で、まずはサラダが出てきましたね。サラダももうなんかこう触ってるだけでシャキシャキしてうまそう。新鮮。今日僕朝食は逃しましたけど、もし朝食食べてたら朝昼晩とここで食べることになってたんですね。そうだったとしても毎回こうバリエーションが違うから全然楽しめますね。全然アプローチは違う。昼は海鮮のねアプローチあったし、夜はこの肉が売りということでトマホーク楽しみですね。来ました、トマホークステーキ。じゃあそれではトマホークステーキミディアムレアでいただきます。ソースつけて。
うまそう。見た目はめっちゃゴツゴツしてるのにめっちゃ柔らかい。これ無限に食べれるやつやん。ワインと合わせましょう。最高っすね。めっちゃ合う。多分合うやつを選んでくれてるんじゃないかなと思いますよ、これ。僕別に銘柄選んでないんで、ペアリングもしてくれてるんよ。これはうまいわ。マッシュルーム。このなんか緑色のソースかけたやつ。この気になる。そう。最初やっぱこう一瞬食べたことがないようなね味ですけど、普通のソースに飽きてきたみたいな時にちょうどこの緑のを食べるとちょうどいいですね。いやこれはうまいな。これなんか1本2人分とか言ってたけど、これ 0.5 人分ぐらいちゃうかな。美味しさで言うと2本ぐらいいけるなこれ。ちょっと頼もうかな。はい、僕最初ねちょっと言い間違えたんですけど、ワイン飲み放題とかやったんですよ。ワインのグラスですね。一つのグラスと一つのビール一杯ずつちょうどいいっすよね。僕みたいになんか飲んだくれじゃなければちょうどいいぐらいの量が楽しめて、32オンスって書いてたんですよ、肉の量がね。で一体何グラムやねんみたいなね、僕たち日本人はグラムみたいな馴染みないんで、チャット GPT に聞きました。32オンスはグラムに換算するとなんと907グラム。これすごいっすね。僕なんかいろいろステーキ屋さん行きましたけど、やっぱ200グラムからとか150グラムからみたいなのが多くて、まあちょっとこう300とかでも相当大食いの人みたいな、それで値段めっちゃ上がるみたいな感じですけど、これだったら2人で食べても450グラムぐらい食べれるってことでしょ。これは半端ないっすね。コスパいいっすわ。味もちょっと僕がどれぐらい表現できてるかわかんないですけど、正直言ってめちゃくちゃうまいっす。僕もこの 907g 多分絶対全部食べれるぐらいうまい。だから絶対食べた方がいいっすね。他にも多分なんかステーキハウスみたいにいっぱいあるかもしれないですけど、それも知らないですけど、ここで食べてほしいですね。このトマホークステーキ。僕が言ってるのが本当かどうか、皆さんの目で確かめてください。で、それをコメント書いてください。マジでうまかったみたいな。そうなる確信が僕はあります。お願いします。すいません、また嘘つきました。ビールもちょっと別でした。ワインが一つついてる。ちゃんとその肉に合うように合わせてくれたやつが。でも他にもワインがめっちゃあるんですよ。ワイン好きの人も自分のそのなんか合いそうなワインを、まあちょっと追加料金になりますけど頼めるということですね。ビールも頼めるし、まあ別にノンアルコールでも頼めるんで。で、お酒飲めない人どうすんねんみたいな感じですけど、その場合もノンアルコールのソフトドリンク、ソーダとかはついてくるということです。安心ですね。嘘ばっかついてすみません。ベルアネーゼソースのいただきます。ソースもそれぞれ本当美味しい。マジで素晴らしいよ。めっちゃ美味しいですね、肉。やっぱアメリカは肉なんですかね。最高ですね。グアム来て肉食べて帰らないとかありえないですからね。だから僕が初日に行ったバーベキューの肉もそうだし、まあ、こうステーキという形でもやっぱいただいて帰るのがグアムに行った礼儀みたいなものですね。皆さん挨拶するじゃないですか。いろいろいただき、まあそれと一緒です。挨拶するように肉を食べて帰る。お願いしますね。フォンダンショコラ来ました。うまそう。さあ、フォンダンショコラいただきます。こんなおっさんが普段は絶対いただかないようなね、ちょっとおしゃれなものをいただきます。いただきます。チョコトロトロやな。中が温かくて、うまっ。これアイスも一緒に食べた方がよかったな。これはチョコの苦味とこのアイスの甘さがちょうどこう調和して最高ですね。お口直しにぴったり。幸せな気分で今日の一日を終えられる、そんな味ですね。最高。で結構ここのねレストランはその昼のビュッフェもそうですけど、結構地元の人にめっちゃ人気なんですよ。だからまだ全然日本人知られてないみたいな感じなんで、日本人にとってはめっちゃ穴場みたいなところですね。味は間違いない。だからここのねホテルに泊まらないとなかなかこう発見しにくかったりとかすると思うんで、ぜひねこのモーリーチャンネルでここを知っていただいたと思うので、ぜひグアムに来たら一回試してみるのをお勧めします。なぜ地元の方に大人気なのかわかると思います。
はい、おはようございます。今朝の9時8分ですね。こっちの朝食に行ってもいいんですけど、あえて今日こっちのカフェの方で食べたいと思います。朝食プランをつけなかった人とかはここでご飯食べることになると思うんで、ここでのパンを食べます。カレーパンとハムとチーズ、そしてアメリカーノを食べました。はい、それではですね、カレーパンとハムとチーズとアメリカーノ食べました。嬉しいっすね。これぐらいでいいっすね。ビュッフェもいいっすけど、全然これでも十分。カレーパンとかの海外食べるの結構珍しいっすけどね。ちょっと食べてみよう。どんな感じなの？まだカレーにたどり着かん。カレーパンの風味はあるけど、そんなに辛いカレーが入ってないって感じ。カレーっぽくはないですね。カレーの辛さはないけど、なんか具がゴロゴロしてきて普通に美味しいって感じ。だからカレーパンの辛さとか、なんかカレーがどっぷり入ってるっていうのを期待するとちょっと違うかな。で、次はこのハムチーズ。うまそうっすね、見た目。クロワッサンみたいな生地でサクサクなんですけど、まだハムにたどり着いてます。まあ待ってください。クロワッサンの味。これはうまい。これだってカレーパンがまずいみたいな。カレーパン美味しいんですけど、なんか本来期待してたカレーパンのような辛さがなかったっていうだけですよ。全然十分。しかもなんかパッと見た感じ、日本と同じようなサイズに見えるんですけど、全てサイズが大きいですね。微妙に2人でシェアしてもいけるかもしれない。そういう感じでコスパ最強にしていくっていうのが大事やな。一昨日食べたホットドッグとかもあれ2人でシェアするとちょうどいいぐらい。僕も結構なんか無理して全部食べたみたいな感じあるんで、昨日の肉もね、別に1人食べれるけどシェアした方がいいっす。コーヒーもうまい。落ち着く空間だから作業もはかどるしね、最高っすね。はい、最終日はちょっと雨が降ってますね。天気はなんか別に悪くない感じですけど、スコールっぽい雨なんか。でも雨が降ろうともああやってプールで遊べるのはいいですね。はい、ちょっとね紹介し忘れてたんですけど、プール行ったり海行ったりするんで洗濯機になりますよね。もちろん洗濯機もございます。安心ですね。で、洗剤とかはやっぱ自分で持ってきたり買ったりした方がいいということなんでいいですね。ありがたいです。数も結構あるんでね、もうやり方とかも分かりやすく書いてくれてます。はい、今回ですね、コスパ最強のグアム旅ということで、このタモン地区で一番コスパがいいと言われるこのグアムプラザホテルさんを拠点にいろいろ回りましたけども、皆さんの目にはどのように映ったでしょうか。いや、まずね、このタモン1リーズナブルなこのグアムプラザホテルさんなんですけど、めちゃめちゃ良かったですね、一言で言って。最初なんかレビューとかも見て実際どうなんかなって思ったけど、今ねこのロケーションもそうですけど、普通にビーチ見えます。でもビーチの真ん前じゃないけど、もう本当に歩いて5分ぐらいで行けるっていうね、この立地もそうだし、リーズナブルなホテルだったらまた寝るだけみたいなホテルとかもあると思うんですけど、もう全然ホテルステイみたいな。昨日とかね、僕1日ホテルだけ過ごしましたけども、レストランの質も高いし、カフェの質も高いし、買い物もできるし、プールもあるし、そういうことで全然おすすめできるホテルだなと思いました。ただホテルでそのラグジュアリーさを求めたりとか、なんかずっとホテルステイでゆっくり過ごすんだみたいな人にはもちろん他の選択肢もあるかと思います。ビーチサイドのもっと高いホテルを選ぶっていう選択肢も僕は全然あると思います。ただこの円安の世の中、給料も下がってる、税金増えてるみたいなね、そんな時代にもうできるだけ安く、でもやっぱ海外がいいみたいな人もいるじゃないですか。沖縄でもいいですよ。海とかそのリゾートだったら沖縄でも味わえるかもしれないですけど、やっぱ海外にしてしか味わえない感覚ってやっぱあるので、そこに行きたいっていう方はこのグアムをチョイスしていただいて、しかもそのグアムの中でも2人で来たらその1人当たり1万円切るみたいな値段で、これぐらいのクオリティ、もう寝るにも本当に清潔で
泊まれましたし、もちろんお湯もちゃんと出るし湯船もあるしみたいな感じでめちゃめちゃ快適でしたね。バルコニーにただ椅子がないとかはもちろんそのなんかビーチサイドのホテルステイでゆっくりするっていう考え方じゃないから、ここはないのはずっとこんなベランダでここを眺めてることもないから、別に僕はそれを入れてコストが上がるんだったらもう今のままでいいと思いましたし、ただ気になるところももちろん若干ありました。水が最初の1回だけしかもらえないとか、パジャマがなかったとか、でそれパジャマはね持ってきていただければいいんですけど、あとスリッパがねすごいペラペラのやつだったんで、もうちょっと質がいいのがあればなっていうところがあって、これはねグアムプラザホテルさんにも僕もう率直に言いました。ここもうちょっと良かったらすごいありがたかったのになって言ったら、例えば水のこととかできるだけ前向きに改善をしていくという姿勢とかね志も見えたんで、これからねどんどん良くなっていくんじゃないかなと思います。もし今のままでも全然十分満足できました。本当にパジャマ持ってくればいいし、スリッパも別に持ってきたらいいと思います。自分のサンダル履いても全然いいと思いますし、水もストアはあるんで買えばいいんですけど、なんか気持ち的に毎回無料のね水がある方が嬉しいですよね。海外ってその水道の水を飲めないので、そういった意味でちょっと僕なりに要望は出させてもらったんで、今後ねどうなるか楽しみですけど、はっきりと僕が言えることは、できるだけコスパ安くグアムに行きたいということであれば、もうこのホテル一択じゃないかなと思います。それぐらいおすすめできる宿でした。僕昔ね本当に安いところグアムに泊まったことあるんけど、泊まった時に劣悪な環境だったんですよ。だからまたそういう感じじゃないかなっていうねトラウマは起こったんですけど、全然そんなことなかったです。全然ここはおすすめできます。本当にラグジュアリーなことを求めないんだったら全然十分です。ビジネスホテル以上でもう1万円切るみたいな。でご飯とかもめちゃめちゃ美味しかった。朝食も美味しかったし、海鮮のビュッフェも美味しかったし、特に夕日を見ながら食べるバーベキューだったりとか、昨日食べたトマホークステーキも本当美味しかった。多分グアム1じゃないですか、うまさ。これは本当にお世抜きで 907g、 僕全然平らげられますからね、それぐらいうまかった。で、今回ねレンタカー日産レンタカーさん借りましたけど、その日産レンタカーさんとも提携してて、グアムプラザホテル .com の方から日産レンタカーの予約を申し込むとずっとなんか割引されるんで、それも活用して、レンタカーでその南のね穴場の旅を楽しんだりとか、今回ワンダラーさんでウミガメのシュノーケリング楽しみましたけども、そういうね海外ならではの体験、あと島ならではの体験できますし、他にもね、今回紹介しきれなかった楽しみ方いろいろあると思いますし、その街歩きもめちゃめちゃ立地いいからすぐできるし、もうこの中だけでショッピング楽しむのもいいと。ショッピングだけでも結構楽しみました。僕も服買っちゃいましたからね。服買ったのは久しぶりっすよ。もうずっとねこういう自分の旅や自己投資とか作ってただけだから、久しぶりにパンツ買いました。楽しかったです。なんかちょっと思い出しましたね。ショッピングって楽しいなみたいな。そんな感じでね、いや本当におすすめできるホテルだなと思いました。めちゃめちゃ快適に過ごせました。それではね、ここから空港の方に向かいまして、名残惜しいですけどね、もっと楽しみたかった。天気もね恵まれて、今日だけちょっとね若干雨降ったりとかちょっと曇り気味ですけど、活動する日に関してはずっと晴れてました。特に昨日なんかね、僕ずっと編集でホテルの中いたから、本当はちょっと車で最北端とかね行ければよかったんですけど、もうホテルでずっと過ごすみたいなことをやりました。そう、マッサージも良かったですね。マッサージも値段そんなぼったくりな値段じゃない、ぼったくりじゃないというか、ラグジュアリーホテルにあるみたいなめちゃめちゃ高い値段じゃないから、ちょっとどうなんかなと思ったけど、本当に技術もしっかりしてて、これもおすすめできるかなと思います。本当にだからホテルで完結します。これはもう来てもらったら分かると思います。決してラグジュアリーではないけど必要十分、むしろそれ以上ですねのホテルで、ここは検討する価値あると思いますよ。家族で来てもめっちゃいいし、カップルで来たらねやっぱラグジュアリーなとこ行きたいみたいなのあるかもしれないですけど、カップルで来ても全然大丈夫だと思います。結構カップルも見ましたし、ファミリーも見ましたし、全然ありだと思います。そんななんかこんなとこを誘ってみたいにならないです。でもちろん一人旅もいいですしね、ぜひおすすめしたいと思います。そんな感じでね、このコスパ最高の旅を終えたいと思います。あとですね、そのコスパ最高のところで言うと、関西国際空港からその7月から T-Way がLCC ですねがグアムまで便を出すらしくて、さらに飛行機の値段も抑えてグアム行くことができるんで、だからその T-Way 使ってグアムに来て、このグアムプラザホテルに泊まって過ごせばめちゃめちゃ安くグアム過ごせると思います。これは検討の価値ありますよ。ぜひ皆さんも行ってみてください。
はい、レンタカーのガソリンを入れにやってきました。これどっちがレギュラーやねん。なんかレギュラー入れろって言ってたけど、日本だと赤がレギュラーなんですけど、なんとなくなんとかプラスって書いてるから、こっちの方がレギュラーっぽい気がする。あ、やってくれる。優しい、やってくれます。レギュラー、青色がレギュラーですね。4リットルかな、ガロンか、ガロンやからシグラかわからん。24ドルですね。支払いはこっちのなんかマートでやるみたいですね。いやー、レンタカー買いすぎ、難易度高え。日産レンタカーのスペースがここだけど全然空いてないから、ちょっとこの辺に止めて言いますかね。空いてなかったって。キー Thank you. OK. イェイ Have a good day. イェイ OK みたいです。さあ、アントニオ・ウォンバット空港やったっけ。到着です。またギリギリで名前を呼ばれることになりました。ギリギリ動画アップ間に合いました。Welcome to Osaka Kansai International Airport. We are glad to have you with us today. 今回はなんか気圧のチェックみたいな感じで、もう一回台から出ろみたいな。新しい情報が入り次第アナウンスいたしますので、もうしばらくゲート付近でお待ちください。初めてですね。一回乗ってさらにまた出るとか。いかがでしたでしょうか。2回目のねグアム動画になりますけども、前回の動画とは違ってまた今回はねお得に注目したコスパ最高の旅を提案できたのではないでしょうか。今後出てくる LCC とグアムプラザリゾートを組み合わせることで最高にコスパがいいグアム旅行をお楽しみいただければと思います。ぜひ皆様も行ってみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップではここでは絶対に言えない旅の裏話や近況報告など毎週ノーカットで公開させていただいております。メンバーも続々増えておりますので、皆様の参加をお待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。